する必要あるかな基本ティッシュはめった使わないし。こんにちは。こんにちは。今日は今日本にたくさん働き手が来ている国ミャンマーについてマジさんにもっといろいろ教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。いろいろですね、ミャンマーの噂を調べてみたんですけれども、それが本当かどうか、ちょっとマティさんの方に教えていただきたいなと思いますので、それではミャンマー人にまつわる噂、生活編、いってみましょう。ミャンマー人の方の頭を撫でるのっていうのは、あまり良くないよっていう話を聞いたんですけれども。それは日本と同じなんですけど、子供にはよく撫でたりするけど、大人になったらやっぱり少なくなるかなぐらいですね。ミャンマーでは頭の上に神様が宿っているからっていうのは聞いたんです。そうですか。それはマティも知らない。聞いたことないです。いいですね。さあ噂話みたいな。ミャンマー人の名前は姓がない、名字がない。はい、そうですね。ミャンマー人名字はないですね。たまにお父さんの名前を自分の息子娘に名前つけるとかあるけど、その義務じゃないんで、あくまでも任意なので、つけたいときはつけて、つけたくないときはつけないという考えですね。残酷的に使うその2つのパターンがあって、男女分けられて、名前の最初に女性だと何々つけて、何々さんみたいにつけたり、男性だと何々つけたりするんです。それで男女分けるんです。私の場合だとマティ、名前はマティなんですけど、私女性なのでつけるとマティになるんですよね。長い名前の方もいるわけじゃないですか。そうです。訳すのはあまりしないっていう失礼だっていうのです。しないですね。フルネームで呼ぶのは基本なので、なんか仲良い人くらいだけその短くして頭つけて呼ぶのかな。誕生日はお礼をする習慣がある。そうですね。日本と違くて、もちろんプレゼントもらったりは変わらないんですけど、一旦親に感謝するのは、ありがとうお母さんだけではなくて、産んでくれてありがとうございますとか、あとはその間で、心からでも、態度からでも失礼なことをお母さんに対して、犯した場合はお許しくださいみたいな、そのよくするかな。あとバコーダとか、日本みたいなお寺みたいな場所によく行って、その誕生日にいいことするという意味でお祝いするなどはありますね。なんか調べたら寄付や献血もしたりするっていう。そうですね。有名ですね。でマティも向こうにいた時は全員がやるわけではないけど。そうですね。一般の人がやるかなですね。私も子供の頃、高校ぐらいはよく誕生日とかで魚の餌をあげに行ったり、なんかやったことありますね。ミャンマーではボディタッチが NG、基本的にその女性とかに男性が肩組んだりとかはあまりしないんですか？私たちの世代までは流行ってなかったけど、最近は流行ってるらしいです。流行ってくるんだ。なんか最近わからないぐらいのスピードで変化しているので、最近は OK という人も若者の間では増えてくるけど、私の世代のその 2,3 年生まれまでは NG かな考え。ミャンマー女子は性格を重視するという。例えばミャンマーは優しい、怒らないっていう男性が理想的とされているっていうの。確かにそうかもしれないですね。日本男性かっこいい人は多いないし。いや、いますよ、外見にはあんまり気にしてない女性が多いと思います。なるほど。じゃあそのマティの中でもそのミャンマーにいた頃、すごいこの人はやっぱりモテるなって思う男性の条件はどんな条件だったんですかね？難しい。かなり難しいですね。女性ならちょっと分かるけど、男性はちょっと分からない。女子はどういう？白ければモテる。ミャンマー人なんか白いのなんか意外とかなり好きなので、だからこそ韓国とか日本とか、
白いので、はい、みんななんかそっちを好きな人も多いですね。なるほど、はい、ミャンマー女子は自分から告白しないっていう話はそれはしないですね。する必要あるかな向こうがしてくる。そうですね。なんていうか自分からしようとはなかなか思わないんじゃないですか。多分200人に1人くらいいるんじゃないですか。最近はさっき言う通り時代によって変わってきているので、自分から告白してもいいんじゃないって思っている女性もどんどん増えているんじゃないかなって思ってます。例えばですけど、すごくも好きな人がいて、でも自分からは言えないって言ったら、言わせる動きをするそんなにやらしい考え方するかな。ミャンマー人は付き合うこと、イコール結婚っていうやっぱ考え方にはなるんですか？基本なるんじゃないかなって思います。でもそれも最近は変わってきてるんですけど、7、8年前まではそういう考え方しているんじゃないですか。その一人暮らしの習慣はないですよね。なので、30歳になっても35歳になっても親と一緒に住むのは当たり前で、逆にその一人暮らししているの方が子大丈夫なのみたいな、親と仲悪いのみたいな感覚を、考え方しているので、一人暮らししない限りは自分の恋人も連れてこないし、結婚する前に一緒に住むことも基本ないし、という感じですね。じゃあもう日本みたいに、日本みたいにという言い方もあるんですけど、日本でたまにあるそのクラブでナンパをして、そのまま例えば一夜を共にしましょうみたいなのはもう全然ない。全然ではない。基本それはお金持ちが多い。やっぱりどっかに行こうとしたらホテルなんかがあるからじゃあちょっとここからはですね、そのミャンマー人のスタッフを雇いたいなとか雇用したいなと思っている方が今後気になりそうなことをちょっと質問していきたいんですけれども、日本に実際暮らしてみてミャンマー人が特にこれはカルチャーショック、ナンバーはカルチャーショックだとか多分あるとは思うんですけれども、例えばどんなことがありましたか？みんなそれぞれ違うので何とも言えないですが、私の体験経験で私は炊飯器1時間ぐらいかかるので一番ショックでしたお米が炊けるのになんで1時間お腹空いてるのにって思うぐらい。逆にマティが今までミャンマー人を受け入れている中で、聞いた中で多かったのとかはトイレにピッパたまに古い物件とかだとウォシュレットついてない、としたらそれをつけてお水ないですかみたいな。それは私は一番びっくりするかなですね。ウォシュレットがないことにびっくりする。そうですね。水使えないことにびっくりする。ミャンマーで水文化なのでティッシュはめったに使わないし、あとティッシュもデパートとかだとお手洗いあります。その中で水がないとしたらティッシュあるんですけど、そのティッシュをそのまま流すんじゃなくてゴミ箱に入れるんですよね。ティッシュ捨てれる箱があって、そこに捨てるその文化なので、基本ティッシュは家庭とかだとめった使わないし、使うところでもそれを外に捨てるという文化なので、逆にミャンマーにはウォシュレットではないけど水を使うっていうこと。そうですね。シャワーのカップあれみたいなちっちゃいのやつがあって、それを使ったり。じゃあ結構企業としても、そういう部分は理解しておいてほしいね。それでは可能であれば置いてほしいですね。ミャンマーの方に伝える時に日本人がどう伝えたらいいかみたいなのアドバイスありますか？皆さんに企業さんとかにいて話した際にみんな日本語皆さんわからないなら簡単な言葉でお願いしますって言ったらめちゃくちゃ簡単な言葉になっちゃって、もちろん最終的には簡単な言葉で6ヶ月後からはもう気にしなずにもう普通に言ってくれた方がママたちの勉強にもなるし、いつまでもそのビギナーのままでいられないので、いつも簡単な言葉使ったらママたちも簡単な言葉以外の言葉をわからなくなるので、最初はちょっと気使って例えば勤務表とかよりスケジュールですとか、ちょっと簡単な言葉、理解しやすいような言葉を最初は使って、でも6ヶ月後は勤務表取っててって言ったら、
それはマンバも理解しないみたいな、何ですか、まあ多分1回2回聞く、まあ3回目ぐらいから大体皆さん分かるようになっているので、そういうふうになんか最初だけ気遣って、その後は徐々に普通に、会話コミュニケーションを取ればいいかなって思います。確かに、ということで今いろいろ質問したんですけれども、本当に噂合ってるものもあれば全然違うものもあり、また新しく知れることもありました。これを見た方もですね、ミャンマーの方々と知り合う機会これから増えていくと思いますので、ぜひこのものを参考にしてミャンマーから来た方々と仲良くなっていただければいいなと思います。本当にマジさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。